さんこんにちは、まいこでございます。本日はですね、こちら、去年超人気だった NARS のクッションファンデと、今年かなり高評価を得ているローラメルシエのクッションファンデ。こちら2つのクッションファンデの比較をしていきたいと思います。というわけで、この間ね、このローラの、クッションファンデのレビューをしたと思うんですけども、これものすごくよくって私すごく気に入っているんですが、これは限定パッケージのものなのでシルバーなんですけど、ナチュラルラディアントロングウェアクッションファンデーション。これ去年すごい人気だったじゃない？そう、この2つどちらも特徴がすごく似ているので結構迷われてる方多いと思うんですよ。なのでちょっと比較をねしっかりとしていきたいと思います。まずはお値段なんですけど、ローラメルシエの方がケースとスポンジ付きで6380円、ナーズの方が6930円なので、ちょっとナーズの方が高いっていうのと、あとね、内容量がナーズが 12g でローラが 15g なんですよ。だからこっちの方のがまあコスパはこっちの方がいいかなっていう感じです。クッションファンデ自体の特徴なんですけど、どちらもナチュラルさとカバー力を両立していて、ローラの方は使うたびに潤うような保湿効果と紫外線など環境ストレスからガードしてくれるプロテクト機能をアップデートで、ナーズの方も乾燥や紫外線など外的刺激から肌を守るっていうことなので、どちらも保湿力があって外からの刺激から守ってくれますよっていう感じの、似たような、本当に似てるんですよ。そう特徴があります。で、SPF なんですが、どちらも 50PA3 プラス入っているので、日焼け止め効果は全く同じレベルになります。私テストした時ローラの方はすごくロングウェアだなっていう印象だったんですけど、噂によるとナーズもめちゃめちゃロングウェアみたいなので、どっちが崩れないのかっていうのをね見ていこうかなって思います。そうだ、見た目なんですけど、ちょっとこれねシルバーの方買っちゃったからちょっとほんと見にくいんだけども、ローラは丸くてナーズは四角。厚みは完全にローラの方のが分厚いですね。ナーズの方が薄いです。中はこんな感じで、クッションの形がね結構違いますね。ローラメルシエの方はここが先がねとんがっててちょっと汚いですが、でナーズの方は普通の丸いパフになります。で裏返すと、ローラメルシエの方はここがねなんかちょっとふわふわになってて細かいところもしっかりできますよっていうやつ。ナーズはベーシックですね。なんでパフはちょっとローラメルシエの方のが凝ってるかなっていう感じがします。私このね先っちょがとんがってるタイプが結構好きなので、ここ周りが効くので、だからねここのパフは気に入ってますね。ケースの方なんですけど、ここのね蓋の裏がちょっと違うんです。すいません、ちょっと普通に使ってるので汚いんですが、ここがねこうザラザラになってるのでつけるじゃん。でここでこの量調節がこうしやすい。ナーズの方はツルンツルンになってます。とはいえ別にねこう普通にここで調整できると思うので、どっちもどっちかなって感じ。ローラメルシエの方は私色は 2N1 のカシュっていうちょっと暗めの色を使っていて、ナーズをねちょっと明るい色にしすぎちゃったんですよ。5880ライトに黄身強めの明るいお肌のお色を選んでみたんですけど、最近ね美白してて肌白くなってきたから明るい色にした方がいいかなと思ったらちょっとね明るくしすぎましたこっちがローラのカシュでこっちがナーズです。ちょっとかなり色違いすぎますが、はい、比較をしていこうと思います。じゃあこっちにローラ、こっちにナーズって感じでしょうかな。今ちょっとライトのトーンを落としてシミを見やすくしてみたんですけど、かなりこうシミが多いのでカバー力をねしっかり見ていけるんじゃないかなと思います。はい、今ローラだけ塗りました。ローラもねやっぱほんとカバー力が高いんですよ。次ナーズ塗っていきます。今両側塗り終わりました。こっちがローラでこっ
ちがナーズでございます。まずツヤ感なんですけど、ローラの方のが断然ツヤ感は強いですね。韓国コスメのクッションみたいな、なんか濡れたツヤみたいな感じではなくて、生っぽい感じのツヤ感がありますね。こっちの方のがなんか素肌っぽいナチュラルな自然なツヤ感かな。でもそんなね、なんかツヤ肌クッションっていう印象じゃないかも。なんかラディアントっていう割にはそこまでツヤツヤな感じじゃなくて、自然の肌でマットではないみたいな感じかな。割とマットに近い気もするけど、こっちの方がね、ツヤ感は抑え気味っていう感じです。で、カバー力なんですけど、どっちもどっちかな。なんか私のシミがちょっと多すぎて隠しきれないって言われもあるんです。ちょっと一回ライト切りますね。よいしょ。まあこの辺のね、大きいシミとかは絶対に隠れないにしても、この辺のとか、この辺のそばかすはね、結構薄めには塗ってるんですよ。どっちもどっちかな。カバー力はそこまで変わらないです。お肌の保湿力っていうか、今現時点で塗ってる感じだと、こっちの方がローラの方のが、保湿されてる感じがします。この辺のさ、たるみ毛穴が私あるんですけど、このたるみ毛穴がこっちの方が保湿されて、こう引き締まってる感じがするんですよ。なんか私このさ、やっぱ年齢肌なので、こうやってニコってこう笑ったりすると、ここにシワが寄るわけですよ。なんかこのシワの感じがね、こっちの方が綺麗。こっちの方がこの辺にシワが寄ってない気がするね。まあ、塗りたてはこんな感じでございます。はい、フルメイクしてきました。なんか別に何かが乗りにくかったとか、相性悪かったっていう感じはしないです。あ、そうだ、1個忘れた。下地はですね、こちら、イヴ・サンローランの下地を使っています。これね、なんか大体どれにでも合うので、はい、今回これを使ってます。今朝の9時なので、また夜に、撮影をして、崩れ具合を見ていきたいと思います。皆さんこんばんは。今夜9時1分でございます。なので12時間、ファンデーションを塗布してから経っております。今日はね、1日、お部屋っていうか家中のお掃除をしておりました。なので結構汗をかいたって感じかな。崩れ方なんですけども、ちょっとアップにしますね。どっちもね、あんまり崩れてないんだよね。どっちもすごく綺麗じゃないかなって気がします。ライトを切るとこんな感じです。この鼻周りを見てもらうと分かるんだけど、まあどっちもちょっとずつ剥がれちゃってるかなっていう気はするの。まあ結構今日汗かいたから。でも汗かいた割にはさ、この辺とかめちゃめちゃ綺麗じゃない？どっちも綺麗。このたるめ毛穴の辺の毛穴落ちもほぼしてないかな。塗りたての時よりも、肌になんか馴染んでくれてて、逆にちょっと気にならなくなってるぐらいかな。なんか近くによるとシミはね、ちょっと浮き出てきちゃってるかなっていう感じはするんだけども、特にローラメルシエの方はこうツヤ感がね、まだ結構残ってるので、それでちょっとファーってこう光で飛ばしてくれる感じで、こっちは透明感のある肌感って言えばいいのかな。なのでなんか肌自体が綺麗に見える感じがしますね。ナーズの方ものすごいちょっと明るい色選びすぎちゃったかなと思ったんだけど、時間が経つと結構肌に馴染んでくれて、なんかあんまり違和感なくない？ちょっとトーンアップしたかなぐらいの感じです。まあシェーディングも入れてるからちょっとそれで馴染んでるのかもしれないけど、そうですね。はい。結局ね、どっちがいいのっていう話なんですけど、正直どっちもよくて好みの問題かなっていう気がします。どっちもカバー力は同じぐらいのレベルだし、後もどちらもすごくいいので、湿度の高い質感でこう生っぽいツヤを求めるんだったら、こっちのローラメルシエ、ツヤ重視っていうよりも素肌っぽさと透明感、ピタってこう密着する感じを求めるならナーズかなっていう気がしますね。でもどっちもね、本当にいいんだよね。去年の人気ナーズのクッションと今年の人気ローラメルシエのクッションの比較でございました。皆さんのお買い物の参考になれば嬉しいです。はい、それでは、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回お会いしましょう。See you next time!